さあ、皆さんこんにちは。こんにちは、ディレクターです。今日は涼しいです。ここ埼玉行田市はますます暑くなっています。朝は寒かったのに突然暑くなりました。しかし、すぐに暑さがやってくるでしょうね。今日は講義の時間です。英語チャンネルから質問が来たから一度読んでみましょう。先生、次の講義はもし吹き出しの位置を取る方法を教えていただけますか？ご質問いただきありがとうございます。とても良い質問です。ストーリーの流れによって吹き出しの位置が変わらなければならないのに、私が悩んで入れても全体的に読んでみればぎこちなかったです。私も共感します。これは私も悩む問題です。吹き出しについて先生のアドバイスを聞きたいです。今、話をする前に先に言わなければならないことがあります。吹き出しを配置を悩む必要はありません。あまりにも簡単なのが吹き出しの位置です。今、吹き出しを配置するのは心配する必要がないほど簡単ですので、心配しないでください。ただ、吹き出しの位置について難しい技術が存在します。使用しなくても大丈夫です。場合によっては使わない方がいいかもしれません。もちろん、よく使うといいでしょう。うまく使えばいいけどなくてもいい。人はうまく描くほど良いです。背景もうまく描くほど良いです。効果もよく入れるほど良いです。しかし、吹き出しを単純でも大丈夫です。だから心配しないでください。最も簡単な方法をお知らせします。吹き出しの描き方3つに分けてやります。非常に簡単な方法、難しい方法、難しく高級な方法と演出法。このように3つに分けてやります。強調しますが、今見た最初の映像でも十分です。つまり、2番目の3番目の動画は見なくても大丈夫です。本当に見なくてもいいですか？申し訳ありませんが、ぜひご覧ください。とにかく3つのうち、今回だけで十分です。何も心配しないでください。今回の動画は、吹き出しを描く簡単な方法です。とても簡単な方法です。それでは、最も簡単な方法を教えてくれます。さあ、最も簡単な方法。このようにコマがあります。吹き出しはこのカットの上に置くだけです。終わりました。終わりです。上に置く。今日は終わりですね。疲れ様でした。本当に終わり。しかし、これで終わらせてはいけませんよね。日本漫画の基準です。こちらの方向に読みます。ボンド塗りがこちらの右側になっています。こちらへめくります。これらの日本の漫画に基づいて、つまり、これを基準にしたとき、話す順番で右から1回2回して配置する。さて、どうですか？これら2つでどうですか？とても簡単ですか？とても簡単なのが吹き出しです。悩みになると、上に置く。順番が悩みなら、まず言うこと、後で話すこと、それから言うこと。これで吹き出しを入れてください。もう一つのことですが、1番2番吹きがあります。できるだけ話すキャラクターの近くにいる。
可能というのは必ずしも必要なことではない。そういう意味です。必ずしなくてもいいです。キャラクターの近くに配置しにくい演出状況も多く発生します。つまり、キャラクターがこんな感じ。キャラクターが言っているなら、この吹き出しはここにあります。この吹き出しはこちらです。このキャラクターから言ったらどうしますか？どうすればいいですか？このキャラクターが言っています。ここが1番、ここが2番になりますか？どうすればいいですか？このキャラクターから言えば、他の吹き出しをまた作ってあげなければなりませんか？正解は、キャラクターの位置を変えてくれるのです。それでは、1番上に配置する。2番読む順番で配置する。3番できるだけキャラクターの近くに置く。どうですか？とても簡単ですか？とても簡単で誰でも理解できます。そしてどうせやることだから吹き出しの描き方も一緒にします。風船の形で描く。または雲の形で描く。雲の形。風船の形。雲の形。こんな感じです。それから吹き出しは角があります。角はとても素敵な発明品です。セリフをある線で囲んで風船を作って角を置いたというのが、漫画の革命的な発明、人類に漫画が送る贈り物です。人類にとって本当に良い贈り物です。これの活用可能性は今でもあちこちで多く使われています。私が見た時はまだ始まっていません。人類が発明したこれ、正確には先輩たちが発明しました。とても活用しなければなりません。可能性が途方もなく開いています。とても良いです。これがとても良いです。ところで、これらの角は基本的に話すキャラクターの口に向かっています。ここに吹き出しがあります。どこに向かっているかというと、口に向かって、このように入ることもできます。これを行うことができます。このように基本的に口に向かっています。なぜ口に向かうのですか？初期に吹き出しというのは、このように口から出てくるどんな息空気、そのような塊が発展している吹き出しになったのです。だから基本的に口に向かっています。ということは、口から出てくるものだからです。とても楽しいじゃないですか。さて、ここでもっと面白いのは、この吹き出しを発明したヨーロッパとアメリカのコミックスは、口から出るという法則をよく守る場合が多いです。私が以前見たいくつかのアメリカのコミックス、とても確実にこれを守っていました。だから私は本当に不思議でした。この歴史性ということについて、とても興味深いと思ったことがあります。ところが、アジアのケスは歴史的な文脈から少し離れているから、これはうまくいかないことが多いです。しかし、私の考えを言うなら、必ず守る必要はない。守らないと、様々な可能性があります。また開くと思います。守らなければどうなるのでしょうか。私の編集長を描きます。うわぁ、全く同じだ。今、証明する方法はないですね。それでは、吹き出しは基本的に話すキャラクターを指します。またはこんな風に。ちょっというキャラクターでできる限り顔を。まあ顔じゃなくてもいい。そのキャラクターを指すだけ確かめればいい。吹き出しを描く方法は吹き出しを角があり、
角はそのキャラクターを指す。もともとは口を指したということです。また重要な法則があります。これは思ったより間違いがあるかもしれません。多くの法則です。当然だと思います。間違えることが多い。それは何ですか？吹き出しは概して吹き出しの中の文字のサイズより大きい。あまりにも当たり前ではありませんか？しかし、あなたは驚くほど実際に作業現場とか、特に漫画家志望者の作品でこれを間違えることが多いです。こうしてコマを分けて演出をしてみると、ここでセリフをこれだけ20文字ほど入れたいのですが、スペースが狭いです。そしたら他の方法を選ばないといけないんです。他の方法を選択しないといけないんだけど選ばずにここにぎっしり詰めるんです。ところで、ここで重要なこと、これが手書きならこうしてもいいです。手書きならこれはスタイルなのです。あるいはこれが与える面白いかもしれません。普通はこのように食事が入ります。食事は普通大きさが規則的に決まっています。商業漫画は基本的にフォントのデフォルトサイズが決まります。だからそのサイズより小さなことを避けるべきです。使用できますが、避けるべきです。これにより、編集部で文字を入れるとき、とても大変です。合わせて入れるのは大変です。だからこそ、文字一つのサイズを考えて、できるだけそこから離れない線で、なんとか吹き出しの大きさを探した方がいいですよ。どうですか？とても簡単な方法ですよね。ぜひ覚えてください。そして、もう一つだけ説明しますと、吹き出しには角があります。これは素晴らしい発明ですが、吹き出しの下手がない場合もすごく頻繁です。特に現代の日本漫画は、角がない演出を使う場合がだんだん増えている気がします。そうだと思います。それでは角がない場合は何ですか？角がない場合は簡単です。角がなくてもよく読む場合。角がなくてもよく読んでいる場合は何ですか？ここにコマの中に何か言っているキャラクターがたった一人だけ存在するんです。角はありません。角がなければ一体誰が言っている？山が言っているの？それとも雲が話をするのかな？ここの鳥イフワのことかな？知らないという読者はいないと思います。いなくて読むことができます。それから吹き出しがここにある場合、このように指すことができます。もっと明確に、上からこの人も口を開いているとしましょう。どちらも何か言っているように、口を開いています。ここで誰が話していますか？比較的曖昧です。もちろんこれを曖昧にしないようにする方法も存在します。つのない吹き出しが、ここにいると曖昧ですか？ディレクターはどうですか？右の人が話しているようです。右人が話しているのが明らかです。ここにいたらどうですか？こちらが言っているのが明らかですよね。より明確にするには、また、こうすれば確実になります。吹き出しがそのキャラクターの近くにあると角がなくてもそのキャラクターの言葉になります。同じことを描いてみます。ここにいると、誰が言ってるのか微妙だけど、曖昧にしないようにする方法があると言いました。それは何ですか？文脈上、このキャラクターが言うのが間違いない場合。文脈の話ですが、漫画で演出をするときはこのような法則があります。演出法より文脈が重要である。文脈は常に演出法よりも勝ちます。文脈はより強力な力を持っています。だからその前にコマと次のコマを見たとき、このセリフはこのキャラクターが言うのは間違いありません。その時は、どんなに曖昧な場所にあり、角がなくても、このキャラクターが言うことになります。それでは、こういうことができます。
OK、こんな時は角がなくてもいいよ。しかし、あえてこの良い角を取り除く理由は何ですか？理由はいくつかあります。言葉自体が重要な場合、誰が言うかより言葉そのものが重要です。例えば、アポリズム、格言のようなことを話すとき、話のポイントが入ると、そうです。人間とは生きて死ぬ、それが自然の準備というセリフがこのようになっている場合、人間とは生きて死ぬ、それが自然の準備だというとき、これを行うための角があれば、それも大丈夫です。単独で吹き出しが存在する場合、このキャラクターが言うこと間違いなく、このセリフの言葉がもっと重要になります。それから鳴り響く言葉かもしれません。鳴り響きを表現したい。そんな時、言葉の角がなくてはっきりしないようにする方法があります。このように演出の目的に応じて書くことができます。そのように書かなければならない場合に、私が言ったこのような法則を使うといいと思います。もう一つお話しします。話し手が誰なのか。私たちはその前の脈絡を通じて知っていますが、こうやって風景だけがあって、吹き出しがあったんです。こういう時は角を描かなくてもいいのではなく、描かないのが普通です。描かないのが普通に良いことは、あるのが良い場合もあるという意味でしょう。あるのが良い場合はこれです。ここに小さな家があります。この話をするキャラクターは全体の文脈で見たとき、この家の中にいます。そんな時ポン、こんな演出法では悪くありません。なくてもいいです。この程度だけご存知で、吹き出しを使って使い方を練習しても十分良いと思います。吹き出しが上だけではなく、必ず下にあるべき理由はありません。大丈夫です。いつも上にいても大丈夫です。問題ありません。それがもっと読みやすくていいかもしれません。心配や悩みになったら原点に戻ってただ上に上げてください。上に置く。順番に置く。キャラクターに向かって角を描く。十分であることを忘れないでください。今回の動画は吹き出し描きやすい方法でした。次の動画は少し難しい方法です。それでは次の動画でまた会いましょう。皆さん、バイバイ。